こんにちは。こんにちは。ヤシの木リハビリ訪問看護ステーションの長谷川と山田です。本日もよろしくお願いします。はい、今日は気虚動作解除の、注意点ということで、気虚動作の動画もたくさん上げていますが、気虚動作、シンプルなんですけど注意点結構たくさんあります。こういった時に、事故になりますよねっていう話もしていきたいなと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。僕たちヤシの木チャンネルではこういった介護技術を紹介しておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。介護技術の、基礎の部分の、講師を僕がね担当させてもらっております機能訓練スクールというものもありますので、概要欄に貼っておきますので、興味ある方は見てみてください。では実際に気虚動作ですね、やっていきます。お願いします。はい、起き上がり解除の注意点説明していきますけれども、起き上がりの、解除方法は別の動画で紹介してますので、詳しくはそっちを見てください。少しずつ喋りながらはやっていきますけれども、はい、じゃあ起き上がりの、注意点なんですが、まずね、ギャッチアップを使った起き上がりの注意点紹介していきます。基本的に介護用ベッドを使って起き上がるってなった時、どういった時かって言ったら重たい方であったり、介助量が多い方であったり、利用者さんが小柄でちょっと、腰を痛めやすい方であったり、不慣れな場合であったりとか、いろんなケースが考えられるとは思うんですが、この機能を使うと、起き上がりも簡単にできます。ただ、やり方を間違えるとね、本当に事故につながりますので注意してほしいんですが、まずベッド柵を利用者さんが持っている、もしくは今みたいに柵の間から手が出ている、この状態で頭を上げてしまうと挟み込みの事故ですね。で、結構利用者さんは急にベッドを起こしたりすると恐怖心というか、反射的にね持つ方いらっしゃるんで、そこを絶対見といてください。じゃないと本当にこの事故を防げないので、必ず見ておいてください。じゃあどうなるかですが、このまま上げていくとベッド柵と手すりの間で今挟まってます。大丈夫ですか？ちょっと痛いです。ちょっと痛いです。なのでこれでこのまま上げていくとね、もちろん骨折なんてことにもなりますので、絶対に注意してください。なので反対側の手もね必ず見といてほしいんですけど、お腹の上に両手とも置いとくようにしてください。もちろん麻痺があって置けないとかそういったこともあるとは思うんですが、とにかく見える範囲に手を置いておくってことを意識してください。で、起こしていって、あとはね普通通り解除して起きていただいたら OK です。で、あともう一つ注意点が、急に起こすと血圧がね下がってしまって、起立性の低血圧と言いまして、血圧が一時的に下がって、顔面が蒼白になってしまったり、場合によっては意識がなくなってしまったりということもありますので、血圧がもともと低い方であったりとか、血圧の変動が大きい方、あと、脳梗塞とかそういった病気をお持ちの方っていうのは、血圧結構注意しながらやった方がいいのかなとも思います。なのでいきなりガッと起こす時に血圧の変動が大きい方はこういう機能を使ってゆっくり上げていく、刻みながら、例えば45度ぐらいで1回止めて血圧を測るとか、ちょっと時間を持って、会話しながら今の状態どうか聞きながら、しんどくないか聞きながら、意識がはっきりしているかどうか聞きながら、こういう感じでちょっとずつ上げていって解除するっていうのは一つかなと思います。で、ギャッチアップの使い方もね別の動画で紹介してますけど、上げるだけであればまず足から上げて、褥瘡予防ですね、釣り落ち予防ですねっていうのもしていった方がいいのかなとも思います。じゃあ今度は実際に解除していくんですけど、解除する時のポイントは、ベッドの高さを上げる。ベッドの高さが低い状態だと腰が曲がって痛めてしまいますので、ある程度の高さを上げるようにしてください。ただ上げすぎると今度は座っていただいた時にずり落ちるリスクも高くなるので、ある程度身長を考えた上でやっていただくのが一つかなと思います。とりあえず1回これぐらいでやってみますね。ベッド柵はつけたままでもいいので、このままでは足を曲げていただいて、手をねお腹の上に置いていただいて、今度寝返りますね、手前に。寝返っていただきますと。で、ここから起こしていくんですが、首に手を通して肩甲骨を持ってこっちで足を下ろします。で、その重さを利用して気虚動作ですね、簡単にできるんですが、この時に足が今ついてないですよね。そうなるとズルズルズルっと落ちて転落の危険性も出てきますので、足はついていた方がいいです。ちょっと起こしてみて、もしついてないなってなった時に
落ちないようにもちろん支えながら、ベッドの高さを下げて足がつくまで下げていただくと、これだけでも全然ずり落ちのリスクは防げます。足がついてるついてないだけで全然違いますので、そこも意識してください。はい、でギャッチアップの頭を起こした時と同じで、解除で起きていただく際もですね、こう寝返りして起きる時にベッド柵をやっぱ持ってしまう方がいらっしゃるんですね。はい、こうしちゃうとやっぱ起こしたくても起きていただきたくても起きてこれないから、離してくださいねって言わないといけなくなってしまうので、もう最初のうちに持たないようにっていうことは声かけしておいて、でお腹の上に置いていただく。でもしできる方はですけど、こっちの下にある手は肘をついて、オンエルボーで、その後手をついてオンハンドっていう手順をね実際やってもらえると、より楽に解除ができるので、そのあたりも一つコツなのかなと思います。じゃあそれで一回やってもらいます。じゃあ肘にまず体重乗せたいんで、脇が閉じてると乗りにくいのでちょっと広げます。はい、でこの状態でまず肘に体重を乗せますと。はい、で最後オンハンドですね、手首に乗せてもらうと解除はすごく楽になりますので、そこも一つポイントかなと思います。はい、じゃあ続きまして、ちょっと拘縮がある方ですね、拘縮がある方の起き上がり解除の時の注意点なんですが、拘縮があって、足がピンと伸びててどうしても後ろに反ってしまう方、こういった方いらっしゃると思うんですが、こういった時の解除時の注意点なんですが、先ほどみたいに膝曲げて寝返りっていうのは難しいんですけど、まずはやっぱり寝返りを取っていただくってことですね。はい、でこの後やっぱりずり落ちが一番怖いので、起きていただくんですけど、体をねできたら曲げるように解除しながら遠心力を使って起きていただく。でこの時にずり落ちがちょっと怖いので、こういうことですね。今足離すとずり落ちてしまう。はい、ずりずりずりと言ってますけど、一応もっと戻って、なのでこれを防ぐやり方としては、やっぱりベッドの高さをある程度、今度は低くしすぎないようにするってことですね。例えばこれでベッドの高さを低くしすぎてしまうと、それこそ足を曲げれないのでズルズルズルっといってしまうんですね。なのでできたらある程度ベッドの高さを上げといて、で体全体を起こすようなイメージです。はい、でここに靴とか滑り止めとか、あとは足で介助者が押さえておくとか、踏まないですよ、踏まずに押さえておくとかしてあげると、ずり落ちたくてもずり落ちれないですよね。はい、こういった風に防いであげると、ずり落ちの転落の、予防防止にはつながっていきます。はい、でここから異常解除って形になりますね。はい、でもう一つ注意点なんですけど、今の解除、今の拘縮とかではなく、普通の一般的な方にも言えることなんですが、寝てる位置がこっちすぎると、この状態で起き上がりをしようとすると、もちろん寝返りを挟むんですけど、この時点で危ないし、怖いですよね。でベッド柵があったら頭ぶつけますし、手ぶつけます。で仮にこのまま起き上がっていただこうとした時に、やっぱりこのままやったら転落のリスクになります。はい、なので寝てる位置気をつけてください。こっちにちょっと寝てるなと思ったら、水平移動で真ん中に乗っていただくっていうことが一つかなと思います。なので起き上がり一つとってもシンプルなんですけど、注意点というのはかなりたくさんありますので、事故のないようにぜひ気をつけてください。はい、ということで今日は気境動作の注意点、いくつか話させてもらいました。その他にもたくさん気をつける点あると思います。バルーンがついてる時の注意点であったりとかね、細かく言い出したらキリがないんですけれども、大きく見たら今のところまずは押さえてもらえたらなと思います。では山田君からワンポイントアドバイスお願いします。はい、今日動作解除の中でねすごく多くなる動作かなと思います。お食事食べていただく時もそうですし、服薬とかね、いろいろちょっと正式とかも多分ヘルパーさんとかだと多いかなと思うので、することが非常に多いと思います。で一つ一つをねちょっと丁寧にというか気をつけてやっていただくのがすごく一番やっぱり大事かなと思うのと、される側はそれがかなり多いことになってくるので、それがうまくしていただける方だとすごく安心感もありますし、ストレスなくできるので、本当に触る位置であったり声かけ一つであったり、いろいろちょっとした注意をしていただけるとすごく嬉しいかなと思います。はい、ということでいつもコメント高評価ありがとうございます。
これからも介護技術を発信していきますので、ぜひチャンネル登録応援のほどよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。